こんにちは、内海朝です。今日は湯沢屋蒲田店に来ました。JR 蒲田駅の南口から歩いて3分程度で到着しました。湯沢屋は1955年10月に蒲田店で創業したということで、今も蒲田が本社になっています。5号館、6号館、7号館と建物が分かれていて、ゲートは6号館の4階にあります。エレベーターで4階に上がってすぐに出迎えてくれたのは湯沢屋限定の毛糸モナとシエナです。どちらもアクリルとウールを混ぜたロンググラデーションヤーンです。ふっくらと柔らかな肌触りが特徴で、お隣には完成品の見本も置いてありました。1玉 200g の大玉毛糸です。ハニカムヤーンも湯沢屋オリジナルの毛糸です。とても可愛らしい色合いで、アクリルの毛足もふんわり柔らかい印象でした。1玉 200g のこちらも大玉の毛糸です。こちらにはノロエイ作さんと湯沢屋がコラボした毛糸が置かれていました。七曜日という曜日をテーマにした可愛らしい色合いの毛糸です。こちらは巻き始めが玉により違うため、1玉ごとに色味が違って見えるそうです。コットン、モヘアを使用した肌触りのいい秋冬毛糸です。1玉 100g です。こちらのコーナーにはどちらも湯沢屋オリジナルの毛糸で、バンビーナという毛糸とフォルビートという毛糸が置いてありました。どちらもイタリア製のグラデーション糸です。バンビーナが極太毛糸、フォルビートが合太の毛糸だそうです。こちらには軽やかウールアルパカという毛糸が置いてありました。こちらも湯沢屋オリジナルの毛糸です。軽くて触り心地が良さそうな糸でした。お隣にあったのはノルウェーウールという、こちらも湯沢屋限定商品で、ノルウェー産のウール 100% の合太の毛糸でした。こちらは柔らかウールブレンドという毛糸です。こちらも湯沢屋オリジナル、ウール 70%、アクリル 30% の毛糸です。落ち着いたベーシックカラーのラインナップでした。こちらの大玉毛糸はしなやか心地のクラフトヤーンという湯沢屋オリジナルの春夏毛糸でした。かなり新鮮な手触りで面白い毛糸でした。右下の糸はこちらも湯沢屋オリジナルの春夏毛糸、優しい色のリリアンです。コットン 84%、アクリル 16% の中細リリアンです。とても優しく春らしい色合いの糸でした。そしてこちらが私の本日の訪問の目的であったワンダーコットン湯沢屋オリジナルの毛糸です。1玉でストールが編めてしまう大玉毛糸です。 200g あります。グラデーションがとても美しく、手触りがとても良い毛糸でした。ワンダーコットンの下の段に置いてありましたのがワンダーコットンスピカという毛糸です。なんとスパンコール入りの毛糸です。とても可愛くて買って帰ろうか迷ったのですが我慢しました。こちらはネイチャーロールという湯沢屋限定商品で、自然の素材から作られた毛糸ということでした。綿や竹、麻から作られた春夏向けの毛糸だそうです。柔らかくしっとりした肌触りの毛糸でした。こちらは水彩色のコトニーという湯沢屋オリジナルの春夏毛糸です。爽やかな可愛らしい色合いのグラデーションの毛糸でした。さらっとした触り心地の糸です。10玉1袋1980円というかなりお得なお値段で売られていたこちらの毛糸は、抗菌防臭ウォッシャブルウール極太と並太でした。洗濯機で洗っても伸び縮みしにくく、抗菌機能もついているということで、ウェアなどを編まれる方にはちょうどいい糸ではないかと思いました。こちらの糸はアルパカツイードという毛糸で、シックなカラーにネップのアクセントが効いた毛糸です。こちらはコットンエブリーという春夏毛糸です。湯沢屋限定商品です。1玉 25g と小物作りにちょうどいいサイズのサマーヤーンでした。こちらは10玉まとめて買うと1280円になるピュアウール極太です。初心者の方から上級者の方まで幅広く楽しめるスタンダードな毛糸とのことでした。私が湯沢屋で見た中で一番カラーバリエーションが豊富に揃えられていそうだったのがこちらのマンセル毛糸のコーナーでした。メルノキングという手編みに最適な極太糸とのことでした。湯沢屋限定の毛糸だけでなく各メーカーの毛糸もたくさん置いてありました。
ほとんどが袋に詰まった状態で販売されていました。手触りが見たい人には少し辛いかもしれません。他にも現品限りのブランド毛糸お値打ちコーナーというものも置いてありました。編み物キットもこのようにたくさん販売されていました。編める作品の編み図が入っていて、使用する糸も着分入っているようです。4階の毛糸が置いてあるコーナーと同じフロアに刺繍などのキットもたくさん販売されていました。こちらは初心者向けの刺繍キットです。毛糸目当てにフロアに通ううちに刺繍など他の分野にも興味が持てていい設計だなと思いました。刺繍の糸もものすごくたくさんありました。これは DMC さんの糸ですが、他のメーカーさんの糸も置いてあったと思います。こちらは刺し子のコーナーです。図案と糸がセットになったキット、初心者向けのものから中級者向けのものまで幅広く置いてありました。この棚は裏面も刺し子のコーナーになっていたので、刺し子もすごく人気があるんだなと思いました。こちらではグラデーションの刺し子糸、オリジナルの糸を染められるキットが置いてありました。これは初めて見たのですごく新鮮でした。他にもパンチニードルのキットもたくさん置いてありました。湯沢屋でしか買えない限定のキットだそうです。毛糸売り場の近くにこういった売り場があると気になっていつの間にか始めてしまいそうです。はい、ということで湯沢屋の購入品を紹介していきたいと思います。一つ目がこちら、ワンダーコットンです。この大玉、湯沢屋限定の大玉ですね。色番が8番ですね。ジャンコードが4571-1054-42485です。このワンダーコットンはエコバッグにしたいと思って買ったんですけど、ほんとめっちゃ大きいですよね。すごい。これは私これ買いに行ったんですけど、湯沢屋に買えてよかったですね。なんかもともとは別の色にしようかなっても思ってたんですけど、なんか店頭で見たらこの色めっちゃ可愛いってなって、ちょっと当初買う予定だった色とは別の色を買っちゃいました。このラベンダーの感じとピンクの感じが非常に可愛いでございます。続きまして、こちらはダンゾメイトを作ろうっていうキットを買いました。オリンパスのやつですね。裏はこんな感じになってます。スターターキット、染め方動画見られます。キット内容としては液体染料各 10ml、カラーフィット 10ml、糸が 20m×3 カセ、イージーライナー3本、作り方説明書ということみたいです。で、用意するものはラップ、中性洗剤、透明カップ容器、計量カップ。染まるものは綿の糸。染まる量は 20m×3 カセ。あると便利なものはゴム手袋、ビニールシート、エプロンということです。へーと。ちょっと開けてみますか。へー。これが染料と糸止め液ってやつですかね。なんかよくわからない入れ物。へー。糸を染めるイージーライナーっていうのがあるんだ。これがこのよくわかんないチューブみたいなスプレーボトルみたいなやつがイージーライナーっていうやつみたいですね。ペンでできるって書いてある。ペンでできるとは。糸染めやったことないから全然想像がつかないんですけど。どういうこと？あ、なんかペンだ。でかいマッキーみたいなことですね、これきっと。へえ。これで手染め糸が作れるということみたいです。不思議。これはまた動画にしたいと思います。糸を染める様子。なんか糸を染める界隈っていうのもあるみたいじゃないですか。手染め糸界隈はちょっと楽しそうだなって思ったので、今回買ってみました。
続きまして、こちらですね。刺し子のキット。この、見てみて私の自信作っていうキットですね。刺し子のハンカチ。この、初心者キットみたいなやつを買ってみました。刺し子も実は私、結構前から興味があって気になってたので、ついに見つけて買ってしまいました。こういう感じで図案と、これなんか水で消えるらしいんですが、図案と糸とあと針も入ってますね。これをチクチクやっていくんだと思います。これもね、ちょっと動画にできるかわかんないな、これは。ちょっと頑張って作りたいかなと思っております。結構今回は毛糸を買いに行ったつもりが、毛糸以外の刺し子沼と糸染め沼に足を踏み入れてしまった回となったんですが、とりあえずね、しばらくは在庫の糸たちがどんどん増えていってるから、YouTube 楽しいんですけど、編集も楽しいんですが、編み物もね、いっぱいやっていきたいですね。すごい気持ちいいこのワンダーコットン。ということで、湯沢屋に行ってきました。限定毛糸が、湯沢屋限定毛糸がすごくたくさんあったので、虜になったら湯沢屋さんから離れられないなって思いました。こういう魅力的なワンダーコットンとかも本当 TikTok で見てずっと欲しいと思ってたんですけど、いいですよね。200g、800m あるっていう、すごい大玉毛糸。感動ですよね。編むのが楽しみです。ということで、動画ご覧いただきましてありがとうございました。この動画もしよかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、内海あさでした。